どうもヒロキャンプのヒロです。今回は前回の動画で使用した道具の紹介をしていきたいと思います。まずはじめに紹介するのはこのバックパック。僕が自作したバックパックになります。冬キャンプで一番かさばるのが冬用シュラフ。後で紹介しますが、僕の使っているシュラフは圧縮してもサイズがでかいです。外付けして持ち運ぶこともしてきましたが、濡れたり破損するのが心配でシュラフを収納できるバックパックを探していました。既製品やミリタリー系などかっこいいバックパックはいっぱいあったのですが、サイズが微妙なものばかりでした。購入したけどシュラフが入らないというのも嫌で、それだったら自分で作ってみようと考えました。サイズは高さ約50センチ、幅が約40センチ、奥行きが約20センチあります。バックパック内の背中側に厚さ 0.7 ミリの PP シートを入れて背中をサポートしています。ショルダーとヒップのベルトは取り外し可能にして、新しいバックパックを製作した時に使用できるようにしました。雨蓋の裏側にはジッパー式のポケットをつけ、財布や鍵などの小物を収納できるようにしています。底部には外付け用にループをつけています。今のところ使用する予定はないのですが、マットなどをベルトでつけれるようにしています。背負った感じだとバランスも良く、どこかが痛くなることもないのでいい感じでした。家庭用ミシンだと厚みの関係で裏地がつけれなかったり、縫い方が荒い部分もありますが、初めてにしてはうまくいったかなと思います。なんかランドセルみたいですね。バッグの中身を紹介していきます。中身を全部出していきます。全部出すとこんな感じです。一つずつ紹介していきます。ポーランド群幕。2枚で使用するとテントになりますが、重量が増えて重いので、いつも1枚で使用しています。ヘリコンテックススーパータープスモール。2×2.5 メートルの小さめのタープになります。今回は雨よけにしましたが、ポーランド群幕をフルクローズするときに使用することが多いです。この袋にはペグとロープが入っています。ロープはアトウッドロープのタクティカルコード 2.4 ミリを使用。長さは適当です。ペグはカラットステークの炭素繊維強化プラスチック製ペグを使用しています。長さは23センチ。重量は1本 22g とかなり軽量です。6本合わせても 132g とかなり軽量です。ドイツ軍グランドシート。僕が購入したものは 200×240 センチのものでした。荷物を置くスペースが少ないのと、長手方向が長すぎるのでカットしてゴリラテープでくっつけています。改造後のサイズは 120×200 センチになり使いやすくなりました。リップストップ構造で穴が開いても広がりにくく防水性も高いです。カリンシアディフェンス 4M サイズ。先ほども少し話しましたが、収納紙のサイズが大きいです。収納紙のサイズは約25センチ ×45 センチ。軽く圧縮するだけでバックパックに収納することができます。ネイチャーハイクインフレーターマットサイズ M。サイズは約 185×55 センチ。厚さが約 3.5 センチ。重量は約5比約 40g。収納時のサイズが約 16×27 センチ。とても寝心地がよく軽量コンパクトに収納できます。セリア両面アルミシート。アルミ面が両面ついているアルミシートになります。サイズは約 70×180 センチ。これをシートパッド代わりにしたり、寝るときインフレーターマットの下に敷いてます。片面だけアルミのものよりも地面からの冷気を感じにくく保温性も高く感じます。ポリコットン生地はぎれ。
収納袋を作った時の歯切れです。座る時アルミシートの下に敷いてます。斧。ネットオークションで購入したものになります。サイズもちょうどよくクラフトや巻き割りがしやすいです。シルキービッグボーイ2000。今回初めて使用してみました。15センチぐらいの木を切りましたが、目が荒く長さがあるのでとても楽にカットできました。モーラナイフ、ガーバーグ。クラフト、調理、火起こしと大活躍です。ワークマン、フィールドグローブ。ナルゲンボトル、0.5 リットル。エバニュー、ウォーターキャリー、1.5 リットル。アルコールストーブ用燃料。ファイヤーキットポーチ。3コインズプラスで購入したポーチ。インド軍の軍幕テントを再利用したものだそうです。サイズは S、M、L とあり S サイズを購入しました。中身を紹介していきます。野人クラフト五徳クッカースタンド。これも今回初使用です。組み立てが簡単で使用時も火の調整、調理もしやすかったです。しっかりとした作りなので長く使えそうです。アルコールストーブノーブランド品。ブッシュボックスウルトラライト。アルコールストーブのごとく風貌です。フェロロット。六角形なのでナイフのエッジに対して面で当たってくれるので火花が出やすいです。ファットウッド。マッチ。ケースはカプセルトイの景品です。中にストライカーを貼っています。ライター。レザー歯切れ。ファットウッドの着火台として使用しています。こちらのポーチには焚き火の後処理道具が入っています。全キャンプスアッシュキャリー S サイズ。焚き火はなるべく燃え残りがないようにしているので、灰や小さい燃えかすであればこれで大丈夫です。燃え残った薪などを入れるなら大きいサイズをおすすめします。チタンマニアスコップ。焚き火の後処理メインで使用しています。このポーチには調理道具が入っています。ポーチは自作で販売もしていましたが、リニューアルを計画中です。中身を紹介していきます。パスファインダーカーボンスキレット。直径約20センチ、深さ約5センチ。調理しやすく取っ手が折りたたみ式なので収納がコンパクトになります。ソロなら十分な大きさです。チタンマニアチタンシェラカップ 450ml。蓋がベルモントチタンシェラカップラウンドリッド LL。お湯を沸かしてそのままコップとして使用しています。木製カトラリーと木皿。カトラリーはどこかの雑貨店で購入。どこだったかは忘れてしまいました。木皿のサイズは約15センチです。Amazon で購入可能です。こんな感じでスタッキングしてポーチに収納しています。自作キャンドルランタン。ブリキータを加工して強力なパテで長板と接着させてます。前のものよりスリムに作り直しましたが、キャンプに間に合わせるために急いで作ったので、あまり良い出来ではないですが、明るかったです。キャンドルも自作しています。オイルランタンの芯を縦半分にカットして使用しているので、炎が大きくて明るいです。4時間ぐらい使用しましたが、まだ半分ぐらいあります。ライトなどのポーチ。中身は、レッドレンザ ML4。白色のライトですが、オレンジのフィルムを貼っています。ジェントスヘッドライト
携帯ラジオ。寝るときはつけっぱなしにして動物よけにしています。モバイルバッテリー、乾電池、火薬銃、移動時、就寝前など定期的に鳴らしてます。チタンマニア、ホイッスル、鈴をつけていた時期もありましたが、鈴の音で周りの音が聞こえづらいので、火薬銃と一緒に鳴らしながら移動しています。サブ三脚、ローアングルで撮影したいときに使用しています。メディックポーチ、中身はウェットティッシュ、ゴミ袋、ファーストエイドキット、消毒アルコールと絆創膏ぐらいしか入ってないです。無印、子供用歯ブラシ。小さくて良いです。着替え。このバッグも3コインズプラスで購入しました。これも軍用パラシュート素材を使用した商品だそうです。保冷バッグ。クラフト紙っぽいデザインが気に入ってます。保冷力はあまりないです。フロンティアーズマンベアスプレー。メインの三脚。これで全ての道具を紹介しました。かなり荷物が少ない方ではありますが、もう少し軽量化したいなと思ったりします。これ以上何を減らせばいいのか悩みますね。次回は群幕ではなくタープ箔。斧をお休みさせて細めの薪を集めるなどして軽量化を試してみたいと思います。ここまで2026年冬の八重装備の紹介をしました。少しでも皆さんの道具選びの参考になれたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんも冬キャンプ楽しんでください。ヒロキャンプでした。